ねえ浅村くん、オタクの人が嫌われてるって本当？今日もなかなかの直球だね。何かあったの？クラスの子がオタクって嫌だなーって言ってたからなんでなのかなって。オタクの浅村くんならその辺詳しいかなって思ったんだけど。はい、そうです。嫌われるであろう理由、心当たりあります。はい。なので、わかりやすくまとめてみました。ズバリ、オタクが嫌われる理由5選です。そんな大げさな議題にするつもりなかったんだけど、まあいっか。陰キャ男子の兄とドライな妹。義妹生活。昨日の深夜アニメ見たか？主人公の葛藤がリアルで決断に説得力があって熱くって、展開に無理もなく衝撃的で予想を裏切ってくるけど期待通りでもありすごかったよな。好きなことを話すときつい早口になるのは嫌がられるみたいだね。それオタク関係あるのかな？私だって。哲学者カントは批判哲学を提唱し、コペルニクス的展開をもたらし、純粋理性批判などの3種は西洋哲学に多大な影響を与え。私も勉強してるときは早口で声に出すときがあるんだよね。それと同じにしていいのかな。いや浅村、昨日の生配信見た？あまりに尊すぎて俺スパチャ投げちゃった。あれもだよ。風呂入るのも忘れて見入っちゃった。わかりみが深すぎ。しかも俺菓子食いながら寝落ちしてたわ。っていうのはステレオタイプすぎるけど、清潔感がなくて嫌って意見はよく聞くよね。でも人によりけりじゃない？浅村くん毎日お風呂入ってるじゃない。爪もちゃんと切ってて清潔感もあるオタクなのに一括りにするのはな。あとオタクはうるさいって怒られることもあるよね。集まると周囲の迷惑を顧みずについ騒いだりしがちだから。うるさいといえば私の友達にも一人いるよね。やったー！探してた雑誌あったー！まだ残ってたんだー！スリスリお客様、この雑誌のコーデ参考になるんだよねー。さっきも読んで他のお客様のご迷惑になりますので、どうかお静かに。ってことはマーヤってオタクなの？違うね。オタクってにわかを叩きがちなとこがあるから、そういうのも嫌われる理由かもね。そうなの？でも浅村くんこの前のこと覚えてる？このゲーム結構難しいな。へえ、綾瀬さんもそのゲームやるんだ。ダークな世界観で難しい作品なのに。まあ気分転換にちょっと。まだ全然初心者だけどね。嬉しいな。俺も大好きなんだ。それじゃ難しいところは手取り足取り教えてあげるよ。まず初心者さんはこれをやって、次はあれを伸ばして、その次はこれを。叩くどころかむしろ不気味なぐらい優しかったような。不気味なはちょっと余計だと思うけど、やっぱり興味を持ってくれるのは嬉しいからね。あと結局は顔かも。ただしイケメンに限るとも言うしね。ただしイケメンに限る。どういう意味なのそれ？多少の変な行いもイケメンなら許されるみたいな意味だね。つまりイケメンならオタクでも OK ってことね。でもそれって結局見る側の問題じゃない？イケメンかどうかなんて所詮人それぞれの感性や好みなんだし、イケメンだけど性格が変な人よりはオタクでも誠実な方が私的には安心するけどな。というわけで以上が5選ね。あんまり参考にならなかったかもな。そっか、力を呼ばずごめん。違うの。むしろいろいろ教えてくれてありがとう。オタクが嫌われている理由って大したことないんだなって分かったから。そんなことで他人を否定してばかりだと人生疲れちゃいそうだよね。綾瀬さん。ともかく時間取らせてごめんね。ありがとう。
それでな、たまたま居合わせたリア充どもがさ。マル、よくないよ。そのリア充って一括りで嫌うの。すまん。そうだよな。でも、どうしたんだ急に。別に、ただ俺たちだって、オタクって一括りで嫌われたら嫌だろ。他人を否定する生き方は疲れる。そういうことだよね、綾瀬さん。チャンネル登録、Twitter のフォローをよろしくね。小説版義妹生活発売中です。おまけ。ねえ浅村くん、今日は陰キャが嫌われてる理由について知りたいんだけど。心が辛いから、もうちょっと時間空けてからでもいいかな。